こんにちは、ゆうかです。今私は夢洲駅に来ています。今日は大阪万博にやってきちゃいました。結構みんなお仕事とか案件で来てる方も多いんですけど、私は個人的に気になって来てみたかったので、自分でチケットを買って来てみました。なので今日は忖度なしのレビューをしていきたいと思います。それでは早速、夢洲駅から万博会場に向かっていきます。今日は平日なんですが、想像していたよりも人が多いですね。キョロちゃん発動中。エスカレーターを登って左に進んでいくと万博の東ゲートがあるみたいです。世界の国旗がたくさんある。すごい。私は11時入場のチケットを購入したので、しばらくゲートまで待機しようと思います。じゃーん、中に入れました。あれがよく見る大屋根リングかな。ちょっと行ってみよう。そもそも大阪万博って何かというと、世界中の国や企業が集まって未来の技術や文化を紹介するお祭りで、例えると世界の文化祭みたいな感じだそうです。2025年は大阪で命輝く未来社会がテーマらしいです。これがミャクミャクというキャラクターらしいです。かわいいのかな。じゃーん、これが噂の大屋根リングです。世界最大の木造建築としてギネス認定されているらしくて、伝統的な軒接合で建築されているそうです。上からの眺めがすごいらしいので、後で行ってみたいと思います。大屋根リングの下はこんな感じになっています。上を映したいんだけどめっちゃローアングルになっちゃうすごいですね。木だけでできてるのすごい不思議です。なんかヒノキの匂いがするらしいです。するかな、あんまわかんない大阪万博にはいろんなブースがあるんですけど、そのブースのことをパビリオンって言うんですけど、アメリカパビリオンとかフランスパビリオンとかいろいろあって、でもどこも人気すぎて事前に抽選に申し込んだんですけど全然当たらなくて、唯一当たったのがオーストラリアパビリオンと、あとタイパビリオンが当たりました。なのでちょっとそこに後で行ってみたいと思います。じゃん、クレープ買いました。これは1200円しました。でも意外とサイズは小さめです。いただきます。チョコバナナクレープ1個で1200円。そんなバナナってくらいお高めです。今日は万博でどのくらいお金がかかるかもいろいろチェックしていきたいと思います。大屋根リングの屋上に行ってきます。頑張って長蛇の列並びました。すごい上からの眺め、すでに綺麗。わここをずっと行ってぐるーっと一周できるんですけど、一周回ると2キロもあるそうです。あっちまで続いてます。でもウォーキングにいいですね。眺めも良くて、これで上から見れば大体の位置把握できるかも。わ、ドイツだ。ドイツパビリオン行ってみたかったんだよね。こっちが展示の列らしくて、こっちがレストランの列らしいので、ドイツといえばやっぱりビールなのでレストランの方に並びます。ドイツのレストランは1時間待ちだそうです。
1時間はさすがに並べないので、今日はビールは我慢します。ショック。いや、これは違うんですよ。どいつもこいつもビール飲んでたので、私も我慢できませんでした。美味しい。なんかドイツ語で書いてあるけど、どういう意味なんだろう。あ、もっといっぱい飲んでください。あ、なるほどね。じゃーん、頼んだソーセージが来ました。なんかポテトの割合の方が多くない？でもめっちゃ美味しそう。いただきます。レストランは1時間待ちって聞いたんですけど、全然そんなことなくて、だいたい15分くらいで入店できました。ちなみにこれはこのウインナーのプレートが2400円で、このビールが300ミリで1200円しました。物価はちょい高めですね。ただ味はかなり本格的で、今飲んでるホフブロイラガービールだったり、ベルリン風カレーブルストだったり、ドイツ旅行に行った気分を日本で味わえるので、そう考えたら意外とお得なのかなって思いました。ドイツと同一のクオリティの料理が楽しめて、お腹も心も大満足できました。じゃーん、これが噂の2億円トイレです。これ結構丸見えだけど大丈夫なのかな。あっちが女性かな。これどっちが何かちょっと分かりづらいですね。ここが女性用のトイレみたいです。ちょっと行ってみようかな。あ、私トイレ行かないんだった。こっちはメンテナンス中だそうです。なるほど。これが手を洗う水道らしい。めっちゃかかりそうだな。こんな感じで洗えます。しばらくしてなんとか抽選でゲットできたオーストラリアパビリオンにやってきました。ようやく初パビリオン。お願いします。ありがとうございます。おお、もういきなりオーストラリア感がある。オーストラリアパビリオンではオーストラリアの文化とか自然そのものが見れるらしいです。わー、すごい。ユーカリの香りがする。あ、ユーカリンじゃないよ。あ、コアラがいる。かわいい。コアラ。オーストラリアの伝統的な芸術の木らしいです。こうやって木にこうして彫るのが昔からある形みたいです。めっちゃ広く感じるんだけど、これ鏡ですね。一瞬騙されかけて行こうとしちゃった。すごい。天井にもプロジェクションマッピングがあってめっちゃ迫力があります。自然が広がっていてすごい。グレートバリアリーフらしい。動画では伝えきれてないんですが、天井も壁も全部スクリーンで包まれていて、まるで未来の乗り物でオーストラリアに遊びに行ったみたいな気分になりました。めっちゃ綺麗。クラゲ。初めての展示のパビリオン入れたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。迫力がすごかった。でもあっという間に終わっちゃいました。実際オーストラリアにいるかのような香りとか森の感じとかもすごい再現されてて、いろんなとこに動物がいるのを探すのも楽しかったです。
最後の映像はいろんなところにスクリーンが散りばめられていて 3D に見えて、すごくそれも没入感があって面白かったです。すごい、屋根が石でできてる。落ちてきそうで怖い。無料給水コーナー。じゃん、マイボトルを持ってきました。これに入れます。お、自動だ。これいつになったら止まるの？あ、なるほど。お水がちょっと高かったから、こうやって無料の給水器があるのはめっちゃ親切でいいですね。近くには自販機もあって、値段はそこまで高いって感じではなかったです。ただ現金は使えなくて、支払いはクレジットカードのタッチ決済か電子マネー、QR コード決済だけだったので、そこだけは注意ですね。すごい、こんな斜面に登れるんだ。楽しそう。まあ私は子供じゃないからやんないけど。しばらく歩いてフードコートのあるエリアにやってきました。万博はかなり広くて、私みたいな方向音痴は一瞬で迷子になるので、 Google マップをオフラインでダウンロードしておくとかなり便利かなって思いました。お値段はこんな感じで、ちょっとお高めかなって印象で、空港のご飯屋さんに近い感じでしたね。青森ねぶた祭りの岸母神だそうです。かっこいい。じゃん、駅そばがあったので買ってみました。前にウエストエクスプレス銀河になった時に駅そばを姫路で見かけたんですけど、その時は食べなかったので、今日ちょっと再会して運命感じたので買ってみました。でも値段が3850円もしてめちゃくちゃ高かったの。本当にそんな価値があるのかな。いただきます。駅そばというよりはラーメンに近い感じがします。でもこれお肉が神戸牛なんですよ。だからこれがめちゃくちゃ美味しいはず。お肉めっちゃうまい。確かにこのお肉ないと思えばまあそれでもちょい高いけど、まあわかるかも。ちなみにこれ以外のメニューもいくつかあって、1200円くらいのエビ天駅そばとかもありました。確かにちょっとお高めなんですけど、味は本当に美味しいので、万博に来てくれた海外の方に神戸牛とか日本食の魅力を知ってもらえるなら全然ありなのかなって思いました。お腹いっぱいになったところで、エンパワーリングライブズゾーンにある空飛ぶ車ステーションにやってきました。これが空飛ぶ車らしい。でもこれよく見たらヘリコプターですね。マイカーです。あ、JAL だ。こんな感じで飛ぶらしい。じゃーん、大阪ヘルスケアパビリオンにやってきました。DNA をイメージした螺旋階段だそうです。なんか
かあそこにリボン体験っていうのがあったんですけど、25年後の自分の顔が見れるらしいんですけど、私は抽選外れてしまったのでその体験はできないんですけど、中は見学できるそうなのでちょっと見てみたいと思います。ここには iPS 細胞からできた心筋シートがあります。こんな感じで心筋シートが動いてます。すごい。子供の頃に見た大阪万博でした。そこで感じたなんか電話がある。世界が聞こえる電話らしい。誰にしよう。宇宙人にかけてみようかな。シャープ720。あ、もしもし。こんにちは、私もゆうかだよ。え、そうなの？チャンネル登録してない人は宇宙に連れてっちゃってもいいよね。タイパビリオンにやってきました。ここ実はこっち側は鏡になっていて、屋根が半分しかないんですけど、両方あるように見えます。面白い作り。こっちには可愛らしいお花があります。色合いが素敵。それでは予約時間になったので入ってみたいと思います。いや、タイパビリオンも楽しかったです。2年前に旅行しにタイに行ったことあって、その時のことをすごい思い出しました。また行きたくなりました。今時間が17時なんですけど、ちょっと私この後予定があってそろそろ出なきゃいけないんですよ。なので大阪万博はこの辺で終わりにしようと思います。ということで大阪万博に行ってきました。いろんな国のパビリオンが見れたり、美味しいグルメを食べれてとっても楽しかったです。入場も1時間以上並ぶって書いてるのを見たし、退場も1時間ぐらいかかるっていうのを見たので、結構時間に余裕を持って行動してたんですけど、意外とスムーズに、人数はすごく多かったんですけど、そんなに私は並ばずに行けてよかったです。本当はもっと他の国のパビリオンも行ったりしてみたかったんですけど、抽選だったので今回は当たらなくて行けなくて、またリベンジしに行きたいなって思いました。あとお会計はどこに行っても現金が使えないので、他のカードだったりとか QR コード払いとかそういうのを用意しないといけないので、皆さんぜひ行くときは注意してください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。